長い道のりでした。一人の男が挑んだ148トンもの砂山とも静かな、しかし壮絶な戦い。いくつもの季節が巡り、その一喜一憂を見守ってきたこの物語も、いよいよ今日最終章を迎えます。皆さんこんにちは、バーケンです。いや本当についにこの時が来ました。例の砂山移動動画、今回が本当に最終回です。皆さんもうお腹いっぱい、妻からも同じシーンばかりだねなんて言われたりもしたこの砂山移動シリーズですが、ハッピーエンドとは言えない部分もあるんですが、とりあえず終わりました。その経緯をこの動画内で詳しくお話ししますので、ぜひ最後までご視聴をお願いします。ただここで一つ本当に申し訳ないお知らせがありまして、実は最後の必死の作業を撮影していたメモリーカードをどうやら紛失してしまったようなんです。いつも抜けてるって言われ続けて49年経ちました。なので今回お見せできるのはスマホに残っていた本当にごくわずかな映像と写真だけになってしまいます。その少ない手がかりと私の拙い説明で、なんとかその当時の様子をお伝えできればと思っています。本当に申し訳ありません。運命の最終作業日となったのは2024年の11月24日のこと。しかし空は無情にも朝から雨模様。土地はみるみるうちにぬかるんで、作業は大変難しくなっていきました。なんでそんな大雨の日にわざわざ300キロも離れた場所に行って作業するんだって思われる方もきっといると思います。当然ですね。でもそれには切実な理由があったんです。この砂山の移動には12月末までという期限があったんです。加えてこの砂山移動の計画はもともとの予定から大幅に遅れが出ていました。残された時間はもうほとんどなかったんです。12月に入ってしまうと、私の本業が本当に繁忙期で、もう物理的に作業に来ることが不可能だったんです。だから何が何でも11月中にケリをつけなければならなかったんです。現地の方からは、なんで夏に作業をしないのなんて簡単に言われたりもしたんですが、私の仕事ちょっと特殊でして、特に夏場は本当に目が回るほどの忙しさになるんです。ですので昨年の夏場は正直なところ砂山のことまでなかなか手が回らない状況でした。そんな状況で本当にやっとの思いで11月に2連休を3回無理やりスケジュールをこじ開けて確保したんです。これが私に残された最後のチャンス、最後の賭けでした。だからこの11月24日がどんな天気であろうとも、もうやるしかなかったんです。前日の23日から泊まり込みで作業に挑んでいました。24日の朝なんてまだ夜も明けきらない朝の4時頃からスタートです。もう本当に真っ暗で何も見えないような状況の中、カッパを着込んでユンボについていたライトだけを頼りに、ほとんど勘でユンボを操作して土砂捨て場の整地をしていました。無謀ですよね。前日の23日の夜も日が暮れてからも20時頃まで同じように電気をつけて必死に砂山を寄せて翌日の作業に備えていたんです。でもこの雨で現場はあっという間に泥の海と化してしまいました。ダンプが合計で5回も重いダンプがズブズブと沼にはまっちゃって、そのためにまたユンボをぬかるみの中そろっと移動させて、妻に頼むこっちだあっちだなんて指示しながら運転してもらって、なんとか引きずり出して、もうそんなことの繰り返しでほとんど土砂を動かすことなんてできませんでした。本当に心が折れそうでした。降り続く雨、父として進まない作業、そして刻一刻と迫る期限。
人の力ではどうにも抗えない彼を前に、男は大きな決断を迫られることになります。そんな絶望的な状況だった11月24日のお昼頃でした。ずっと本当に心配そうに私たちの作業の様子を見てくれていた現地の方がおもむろに近づいてきてこう声をかけてくれたんです。バーケンさん、この感じだともうこれ以上は無理じゃないか？残っている分はプロに任せたらどう？って言われました。自分ではもう本当にやれることは精一杯やったっていう自負はありました。でもその言葉を聞いて確かにこれから12月になって雪でも降ったら絶対できっこない。もう限界だなと思いました。それと同時に農道もあちこち今回の作業でかなり傷んでしまっていて、これは絶対に直さなければいけないんです。でも素人の私がこの農道をちゃんと直せるなんて到底思いませんでした。もういろいろなことが限界だと感じました。ここまでよく頑張ったなって自分で自分を褒めてやりたい気分でした。そうですね、お願いできますか？プロの力をお借りします。そして農道の修繕を業者に依頼するタイミングで砂山の残りの土砂移動、そして土地の最終的な整地もまとめてプロの手に委ねるという苦渋のしかし賢明な判断が下されたわけです。あと少しだったんです。砂山はあとトラック5台分。本当にそれぐらいまで減らせていた感覚だったんです。だからもし晴れてさえいれば、もしあの日雨じゃなかったら、自分の手でやり遂げられたかもしれない。そう思うと今でも本当に悔しいです。でももう天候と時間には勝てませんでした。本当に悔しかったけどプロにお願いすることにしました。そしてついにその時がやってきました。プロの重機が入り、長年この地を追っていた砂の山はみるみるうちにその姿を消していきました。土地は新たな息吹を感じさせるまでに美しく生まれ変わったのです。それで今回業者さんにお願いした費用ですが、砂山の残りの移動と傷んでしまった農道の砂利の敷き直し、そして砂山になった土地の最終的な鳴らし作業、これら全部で42万9000円でした。本当は砂山を捨てた場所もついでにきれいに鳴らしてもらったらどうですかって提案もされたんです。それが追加で10万円かかるって言われたんです。さすがにもうこれ以上の出費は予算的に厳しくて丁重にお断りしました。なので正直に言うと捨て場は今土砂がてんこ盛りの状態になっています。まあそれはまたいつか何とかしないといけないです。そしてこのように全ての作業が無事完了し、あの憎き砂山のあった土地は見違えるように綺麗になりました。陶器もやっと私の目から離れて、本当に完全にこの問題から解放されました。本当に長い戦いでした。長く険しい道のりでしたね。この砂山との戦い。しかし彼の物語はまだ始まったばかりなのかもしれませんね。バーケンさんの挑戦はこれからも続いていくのです。もともとこの砂山はお金に余裕ができたらいつか動かそうかな。もし余裕がなかったらそのまま放置しておこうかなくらいに本当に軽く考えていたんです。それがいろいろな事情が複雑に絡み合って気がつけばこんなにも大きな、そして時間のかかるプロジェクトになってしまって、でもこうして無事に解決の日を迎えられて、今は本当に心の底からホッとしています。ただやっぱり一つだけ心残りがあるとすれば、まるで目の前にそびえ立つ巨大な壁、東尋坊みたいだったあの砂山を最後自分の手で完全に更地にできなかったことです。あの砂山のてっぺんに立って達成感とともにやったぞーって大声で叫びたかったなーなんて今でも思います。まあそんなこんなでいろいろな思いはありますけど、ひとまずこの砂山問題が無事に解決したことを皆さんにちゃんとご報告できて本当にホッとしています。
長かったこの砂山シリーズもこれにて一件落着ということでございます。正直この砂山シリーズでチャンネル登録1000人くらいはいけるんじゃないかななんてちょっと色気出しちゃって少し引っ張っちゃった部分もなきにしもあらずです。まだまだ暴露というか面白い話はありますが、今回は砂山官僚のご報告ということで短くまとめさせていただきました。砂山はこれで終わりましたけど、私のバーケンの片付け人生はまだまだ面白いことがたくさん起こりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。動画を見てお疲れとか次も期待してるぞとか何でもいいのでコメント、そして高評価もいただけるとめちゃくちゃ励みになります。よろしくお願いします。今回はいつもより凝った編集にも挑戦してみました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。